現代音楽考察2024年第1回目の放送になります。 AI 音楽の進化が著しい昨今、今一度現代音楽の歴史を簡単にですが振り返ってみたいと思います。現在の立ち位置について再確認するきっかけになれば幸いです。時は1950年、ピエール・シェフールとピエール・アンリが磁気テープに録音した音から孤独な男のためのシンフォニーを作り上げます。これが電子音楽の初期の形の一つ、ミュージック・コンクレートの起源になります。後にサンプリングという様式となり、ヒップホップやテクノなどのクラブシーンへとつながるわけであります。サンプリング文化は著作権問題で廃れていきますが、 AI 音楽をサンプリングするという形で復興するのでしょうか。気になります。ちなみに年表の横軸が時系列になっているのですが、縦軸がその音楽のテーマにおける背景、バックグラウンドになっていまして、 XY 軸グラフにすることでその音楽が生まれた流れや文脈、コンテクストも一緒にわかるのではと思いつき作成した次第です。電子音楽とミュージックコンクレートのその後を見ていくと、1956年カール・ハインツ・シュトックハウゼンの少年の歌で音そのものを作り上げていく電子音楽と、音を録音して編集する具体音楽、ミュージックコンクレートが融合。電子音楽の発展により、電子音楽対具体音楽、アナログ対デジタル、人間対機械という枠組みはほとんど意味をなさなくなりました。1952年、ジョン・ケージが4分33秒の初演を行います。不確定性、偶然性の音楽、アレアトリーは、それまでの現代音楽の中心にいた12音技法、セリエリズムの音を厳格に管理していくという流れを一変させる大事件となっていきます。1955年、ヤニス・クセナキスがメタスタシス・ピトプラクタにおいて統計学的、推計学的作曲を用いました。作品の制作にアルゴリズムを用いることは今日では多くの分野で取り入れられており、 AI の進化によって新たな転換点を迎えようとしています。時を同じく1955年、カール・ハインツ・シュトックハウゼン・グルッペンで12音技法セリエリズムをさらに推し進めたトータルセリエリズムという技法を用いました。パリ音楽院のオリビエ・メシアの後押しを受けて、ピエール・ブーレーズとカール・ハインツ・シュトックハウゼンが音列主義の導き手となり、ヤニス・クセナキスはそれを出発点として数学に基づく音楽を作っていきますが、演奏者にとっても聴衆にとっても困難なものになりました。そのため1960年代のアメリカではこうした音楽に対する反動が起きました。1964年、テリー・ライリーの In C はミニマリズムの音楽様式を定義した作品で、反復、そしてアフリカやアジアの音楽に見られる催眠的な要素からも着想を得たごく基本的な和声でした。単純なループと発展はその後のテクノやハウスといったクラブミュージック、ループミュージックに直接的な影響を与えるようになりました。1967年、竹光徹が普賢三楽の山荘にてノベンバーステップスを作曲。ヨーロッパで流行していた異国趣味、オリエンタリズムから刺激を受けて東洋と西洋が出会ったドビュッシーの音楽の影響と、
東洋のそして日本の感性を融合させた音楽世界を作り上げました。こうやって年表にしてみると、東洋と西洋のコンテクストで竹光徹に続く日本の音楽家は誰になるんでしょうね。それほど唯一無二の音楽家なのかもしれません。さて、1970年代もミニマリズムの流れは続きます。1973年、スティーブ・ライヒが6台のピアノの初演を行います。そして1978年、ブライアン・イーノがアンビエント1、空港のための音楽でミニマリズムをポピュラー音楽に導入したアンビエントミュージックを提唱しました。アンビエントミュージックは聴覚上はミニマリズムと似ていますが、その概念や作曲の上での狙いは全く異なり、ブライアン・イーノはエリック・サティ家具の音楽からの影響を公言しています。その後の日本の環境音楽へと続く流れはとても興味深く、またいつか別途取り上げて考察していきたいと思います。現代音楽の歴史はその他にも引用やコラージュ、フルクサスやハプニングなどの運動、エレクトロニクスの研究、マルチメディアといろいろありますが、簡単にですが振り返ってみました。僕は特にミニマリズム、アンビエントの流れと東洋と西洋のその後、東洋ならではの微分音なんかも興味深いです。日本人としても現在の立ち位置を再確認して作曲していきたいと思いましたが、皆様はいかがだったでしょうか。それではまたお会いしましょう。ありがとうございました。